こんにちは。今回は、スバルのレイバックを見てきたので、私の好きな新型エクストレイルと比較をしていきながら、感想を共有していこうと思います。結論、私は好きな車かも。では行きます。Now loading。まず、外装から見ていきますと、昨今のスバルの車種では、ヘッドライトがフロントグリルから離れていて、離れ目でしたが、レイバックの場合は、中央のサテンメッキ可色部品とフロントグリルが、ヘッドライトと繋がっています。中央のサテンメッキですが、通常のメッキと異なり、深みのあるデザインですね。少しスモークもかかっていますね。スバルってシフトノブもそうだけど、目立たせたいところは、バシッと目立たせていて、個人的に、惚れポイント高いです。新型エクストレイルの場合は、メッキの使用面積は減らしていますね。従来の T32 の V モーショングリルが、不良だったからではないかと思います。ただ、この設定されているメッキは、先ほどのレイバックと異なり、スモークレスですね。エクストレイルの G グレードなどでは、サイドにメッキ可色の設定がなされますが、こちらもスモークレスです。なので、レイバックとは、メッキコンセプトが異なることが伺えます。レイバックのヘッドライトは、ステアリング連動ヘッドランプで、ハンドルの回転に合わせて、後軸を動かす機構を入れ込んでいるため、現行車と同じヘッドランプを採用しています。ヘッドランプの中に見える丸い形状が、その後軸調整用の機構ですね。実際の走行イメージは、概要欄に貼っておきます。エクストレイルのヘッドライトは、G グレードでアダプティブヘッドライトにでき、対向車や人に直接光が当たらないようにできます。続いて、タイヤ周りを見てみると、クロストレックでは、採用していた空力性能向上用の穴は採用していないです。不採用の理由はよくわかりません。エクストレイルにも空力性能に関わる穴が開いていますが、お金の問題で削除したんですかね？とても気になりました。その代わり、サイドクラッチングが無塗装ではなく、フィルム可色がついているようだったので、この点は良いと思いました。新型エクストレイルのサイドクラッチングは無塗装なので、紫外線の影響で、長期間使用していると白い筋ができるようで、後から、追加で補修費用が必要になる可能性があります。この白い筋が出にくくなるように、作られているのは良いと思います。トヨタのヤリスクロスもそうだけど、サイドクラッチングの無塗装化は、安車だけにしてほしいです。せめて塗装してくれ。ちなみに、タイヤは18インチアルミホイールで、スーパーブラックハイラスター塗装をしています。やっぱり、ちょっと黒入れたいんだな。かっこいい。リア側を見てみます。横筋一線通すのは、最近の流行りなのか？マフラーは2つついていますが、フェイクではなく、2つとも本物です。どっかの輸入車はフェイクマフラー採用していたりもしますが、安心しました。また、ボクサーサウンドと呼ばれる、スバル車特有のドコドコ音が聞こえるようで、運転を楽しめそうですね。次に、バックドアを見てみます。右側の取っ手付近に、開閉用のスイッチがあります。便利ではあるものの、手をかけても止まらずに開閉しようとするので、十分なスペースを確保できていないのに、誤ってバックドアを開けようとすると、危険だと思いました。一応、スイッチをもう一度押せば止まります。ラゲッジスペースを見てみます。ご覧の通り、ゴルフバッグが3つ入れることができますね。積み上げれば、あと3つくらい入りそう。そして、ゴルフバッグの上にあるのが、トノカバーですね。車内の物隠し用の部品ですが、ラゲッジに貴重品を積む際は、要検討アイテムですね。トノカバーを広げるとこのような外観になります。気になった点としては、トノカバーを格納するときで、ピラーの引っ掛け部からトノカバーを外すと、ロール巻き収納ができるのですが、下側に垂れ下がって品質が高くない印象を受けました。私のイメージでは、もう少し巻き取られるか、水平に伸びたままになる想定でした。それで色々と試してみたのですが、トノカバーを格納後、大きく持ち上げると、トノカバー部を水平に保った状態にできます。ただ、こんなテクニカルな収納方法だと、使いこなせない人も出てくるかも。あとは、振動でパタパタ音がうるさくないことを祈りたい。メインは、エンジン音を楽しむことだと思うのでね。少しネガティブな内容が続きましたが、スバルならではのこだわりを発見しました。リアシートとトノカバーの軸の間の空間も、しっかり荷物隠しするための布が設定されています。下から見てもバッチリ隠せてます。上部の布を確認してみると、内張りに向かって可動式のサポーターがついていました。内張りにサポーター先端のゴムを押し付けて、つっかえ棒のようにしています。
左右両方同時に動かしにくいので、位置の微調整に手間がかかりますが、見たことがないトノカバーでしたので、感動しました。また、トノカバーではないですが、リアシートを動かすためのスイッチが、ラゲッジスペースにもありました。これかなり便利だと思いました。ラゲッジスペースで荷物を積んでいるとき、リアシートを倒すためだけに、リアドア開けに行くの手間なんですよね。夏場で暑い時は、極力動きたくないので、ありがたい。X トレイルはどうなのかということで確認してみましたが、このようなリアシートを倒すためのスイッチは、ラゲッジスペースには設定されていませんでした。けど、昔パノラミックガラスルーフを調べるために、ローグと呼ばれる北米 X トレイルを見た時に、同じようなのあった気がしたけどなぁと思い、再度調べてみたところ、北米の公式 HP には、リモートフォルディングリアシーツという名前で、このラゲッジスイッチの設定がありました。しかし、2023年現在は、北米でもこのスイッチの設定はなくなっていました。つまり、ローグでは、このスイッチは人気がなかったということですかね。レイバックも、マイナーチェンジで B 型での採用はなくなるかもしれません。続いて、パワーシートですが、ドライバー側のシートスイッチは、前後上下とリクライニング調整ができ、ランバーサポートもついていました。ただし、シートを前後に移動させる際、モーター音に少し違和感がありました。X トレイルも同じ機能がついていますが、シート操作スイッチが塗装されていました。X トレイルのモーター稼働音は、特に違和感なく、スムーズなんですよね。シートは、ブラックとアッシュの組み合わせで、本革仕様です。しかし、前面本革ではなく、シートの側面と背面、ヘッドレストなどに合成比較を使用しているようです。つまり、この座面のパーフォレーションがある部位は、本革が設定されているということですかね。わからん。X トレイルの場合は、シートメインの一部にナッパレザーを、その他の部位は人工比較を使用していると記載があります。X トレイルの方が表現が曖昧でした。触り心地で言うと、レイバックは座面がもっちりしていました。それに対して、X トレイルは、座面にキルキング加工が施されており、少し硬めの座面だなと思いました。デザイン面では、X トレイルの方がかっこいいと思いましたが、実際に長時間運転を楽しむことを考えると、レイバックの方が、本革仕様比較では、ドライバーフレンドリーと思いました。シート背面は、レイバックの場合、ポケットが前席両側についていました。X トレイルの場合は、運転席側は設定なしでした。まあ、使わないからなくていいです。ドアを見てみましょう。フロントドアは、上部には漏出機の内張りがあり、ドアハンドル近傍は、カーボン調のフィニッシャーが設定されていますね。インプレッサでは、カーボン調のフィニッシャーが一体形状ですが、レイバックの場合は分割されていました。どちらが良いかは、フィニッシャーオプション次第ですかね。そして、私が最も気になったドアアームレストですね。まず、外観の話だけすると、スタイリッシュではないと感じました。実際に、X トレイルと比較してみると、違いがよくわかります。しかし、触った時の感触は、良いと思いました。なぜ良いと感じたのかというと、現行のインプレッサやクロストレックのドアアームレストって、カチカチなんですよ。でも、レイバックはそのカチカチ表皮ではなくて、しっとり感のある表皮が設定されています。また、コンソール側との表皮と比較した際に、先ほど挙げた現行車だと、コンソールはしっとり柔らかなのに、ドアアームレストがカチコチだった。レイバックは、コンソールもドアアームレストも同じような質感なので、従来から改善されたという点で良いと思いました。また、ドアポケットを見てみると、小さな照明も設置されていました。しかし、ドアポケットの底面に蓋があり、あまり綺麗ではないので、せめて照明つけるなら、ベルト生地などで面を隠すくらいのことはしてほしいですね。個人的には、ここに照明はいらないかな。そして、ドアロアを見てみます。多くの方が試乗して靴汚れがついていますね。これは仕方がないと思います。スピーカーはハーマンですね。X トレイルは坊主です。続いて、リアドアを見てみます。リアにもパワーウィンドウスイッチがついています。彫りが深くて、イケメンだ。そしてドアロアを見てみると、金属片の突起があります。リアドアキャッチャーと呼ばれるようですが、側面衝突時に、突起部分がボディ側の穴に引っかかる構造にすることで、ドアがボディを乗り越えて、室内に侵入することを防げるようです。こちらは、レボーグの A 型ですが、この動画からもリアドアの巻き込みが防げていますね。評価結果を見ると、98%。レイバックがどのくらいの点数になるか気になりますね。給油口を見てみます。ド
ドライバー席にロックはなく、リフトをプッシュするだけで開きます。キャップ付きですね。エクストレイルはキャップレスになっています。どちらが良いかは給油までしないと判断できないですが、エクストレイルの場合、ガソリンノズルが奥まで挿入できず、たまにうまく給油できないことがあるのが難点。続いて、足元を見てみると、レイバックでは、内張りのカバーが全面設定ではありませんでした。スポーツ仕様で、乗り潰す前提なら許容できそうですが、街乗りで優雅に使いたい人からすると、カバーしきれていないカーペットが乗降時にむしれて、気になりそう。遠目で、少し白くなっています。エクストレイルを見てみると、フルカバーされていました。しかし、ペダル周りに関しては、スバルの方がかっこいいです。スピーカー周りを見てみます。ダッシュボードのスコーカーグリルを見ていますが、グリル形状が歪ですね。遠目で見てみると、このラインに合わせているのかもしれないと思いましたが、助手席側のグリルを見ると、全然ラインが合っているように見えない。動画で見ると、モアレも見えて、余計に歪んで見える。エクストレイルは段差がなく、デザイン面では細かいところも気を使っている感じがします。しかし、スバルのステアリングの作りは、好印象でした。当たり前のように聞こえるかもしれないですが、グリップした時に、皮膚の当たるところまでしっかり本革を巻いているんです。何言ってるんだこいつって思われたかもしれないですが、新型エクストレイルのステアリングを見てみると、ピアノブラック褐色があって、夏場ペタペタすることがあって、個人的に気になっていました。だから、レイバックのステアリングを触った瞬間に、すごく触り心地が良いと感じたのかもしれないです。エクストレイルオーナーの方は、ぜひレイバックのステアリングも触ってみてほしいですね。ピアノブラック嫌い。そして、面白いことに、この2車種どちらもステアリング下部にカバーがあります。エクストレイルもただのカバーなのかな。この後ろに何か潜んでそうで気になる。そして、フロントピラーですが、表皮は巻いていなく、樹脂むき出しでしたね。ただ、遠目で見てみても、違和感はそんなになかったので、これはこれでありだなと感じました。むしろ、ドラレコとか配線する際の整備性考えると、ちょっと汚れても、拭き取れるし、樹脂でもいいかもしれない。続いて、ルームミラーです。新型エクストレイル同様にマジックミラーを採用してますね。ただ、違いがあるとすれば、レイバックは、ミラーにしても、バックライトでアイコンが表示されて、スイッチ操作しやすくなっている点が挙げられます。新型エクストレイルは、こんな感じ。切り替えレバーの操作性は、エクストレイルの方がしやすかったです。運転中に切り替えないといけない時を考えると、エクストレイルの方が操作しやすい。あと真四角で綺麗なデザインかも。レイバックのサンバイザーは、ベルトがついています。エクストレイルだとこのベルトなくて不便なんですよね。内側のミラーの蓋は、いびつな四角形ではありますが、ミラーや照明自体は問題ないです。エクストレイルと比べると、機能面ではレイバックの方がいいですが、デザイン面ではエクストレイルの方がいいです。では、ナビを見ていきます。エアコンの操作スイッチは、本ナビ画面内にありますが、運転時に使用する頻度の高いデフロスターや温度調整は、物理スイッチもナビ横に別途設定していました。ナビの操作性ですが、応答性がやや悪く、特にフリックやスワイプがしにくいです。実際に、ナビ画面で操作してみると、その応答性の低さが伺えます。温度調整なら物理スイッチがあるからいいけど、それ以外の操作で少し不便を感じるかも。個人的には、応答性がもう少し良くて、オプションでいいので、物理スイッチリモコンがあると嬉しい。機能が多すぎて使い余すので、リモコンにショートカットボタンがあると、なお嬉しいですね。と言っても、無事故運転に重きを置いているスバルなので、採用されるはずがないですけどね。イコライザー設定は、エクストレイルと同じでした。最近この仕様のイコライザーが増えてきていますが、直感的でもないし、自分好みのイコライザーも組み込めないし、使いこなせない。このイコライザー調整は、別動画で物申すことにします。そして、エクストレイルにはない、走行状態を知れる機能の紹介です。アクセル回路や勾配を見ることができたり、エンジンオイルやオイルフィルター、タイヤ状態を知ることができます。この機能があると、車に乗る楽しみが増えますね。エクストレイルにもあったらいいのになぁと思いました。日産コネクトに加入すると、燃費確認はできるようでしたが、こういった車に関する詳細が確認できるのであれば、日産コネクトに加入してもいいかなと思いました。そして、テレビも見てみたんだけど、このナビで NHK って見れるんですかね。NHK 見れたら、NHK 職員に狙われるかもしれないので、要注意ですね。まあ、
CV 視聴できなくはないですし、画質綺麗ですけど、その他の情報が多すぎて、助手席側の人からしたら、没頭して見れない人もいるかもしれない。この情報量の多さもスバルらしいといえば、スバルらしくて好き。サンルーフについては、シェードが手動で、ガラスが電動開閉式でした。X トレイルは後席までガラスが伸びていて、シェードとガラス開閉は共に電動式です。充実度は X トレイルの方が高いですが、コスト面ではどうでしょうかね。また、レイバックのガラスルーフは、ドライバー向けに車内を明るくするために、設定されているように思います。対して、X トレイルは後席の人も楽しめるようになっていて、それぞれのコンセプトが異なるので、優劣比較は難しいですね。最後に、少しだけエンジンルームを見てみます。エンジンルームの端を見てみると、黒い樹脂パーツがあります。おそらくこれは、エンジンルームからの音が、車内に入らないようにするためのものですね。形は違えど、新型 X トレイルにも採用されていました。マフラーの音を車内に響かせたいから、エンジンルームの音は遮断しているということなのか？ただ、エンジンカバーはないので、X トレイルの方がエンジンの静粛性に重きを置いている。ということは分かりました。この走行中の音については、実際に試乗して確かめてみることにします。また、フードにバンパーがついています。X トレイルは鉄棒でのサポートです。いかがでしたでしょうか？レイバックを見て思ったことは、全体的に機能性重視ということですね。購入したいかどうかで言うとまだ悩ましいですが、ナビ画面でもっと、車の状態を細かくわかりやすく知ることができ、設定も細かくできれば、他の SUV との差別化につながると思いました。車だけでなく、ドライバーの状態も監視できて、心拍数表示などもできたら、購入検討するかもしれない。X トレイルオーナーの皆さんも感じたことがあればぜひコメントください。またチャンネル登録もお忘れなく。それではまた。